皆さんこんにちは。プチオタ独身男の松です。今回は千葉県房総半島外房エリアの勝浦市の観光スポットを巡っていきたいと思います。千葉くんで言うならケツの部分ですかね。外房エリアはダイナミックな太平洋の雰囲気をたっぷり堪能できる場所だと思うので、外房エリアの雰囲気を一緒に楽しみましょう。まず最初にやってきた場所は勝浦朝市です。勝浦朝市は日本三大朝市の一つとして有名です。その朝市を楽しむため、私は朝6時前に家を出発してきたんで、正直めちゃくちゃ腹が減っています。なので朝飯を食べつつ朝市をプラプラと散策してみたいと思います。千葉県勝浦市は JR 外房線の位置するところにあります。車で来る場合はアクアラインから約1時間半程度で行くことができます。駅前は少し寂しい感じはしますが、逆に田舎独特の雰囲気があっていいですよね。駅から歩いて10分、勝浦朝市に到着です。勝浦朝市は石川県の輪島朝市、岐阜県の高山朝市とともに日本三大朝市の一つです。その歴史はなんと400年以上にわたるそうなんですよ。現在朝の7時なんですけど、正直今のところは三大朝市って感じはないっすね。ちなみにこの青い建物のお店は勝浦朝市では数少ない朝食を食べれる人気店なので、一応紹介だけしておきます。そうなんですよ。勝浦朝市は朝市という名前がついているものの、朝から営業している飲食店が結構少ないんですよね。どちらかというと路上販売している方々が多い印象ですね。勝浦朝市の会場は毎月1日から15日は下本町朝市通り、16日から月末は中本町朝市通りの2つに分かれています。今私が歩いている場所は中本町朝市通りになります。おお、魚が売られてますね。漁港から近いからきっと新鮮なんだろうな。お値段もリーズナブルだし。とりあえず中本町朝市通りをサクッと歩いてきたので、ここらで朝飯を食べに行くとしますか。今回お邪魔するお店は目の前に見える朝市新鮮広場さんです。お店に入る時に注文を取るタイプのお店なんですけど、どのメニューも安いな。しかも俺以外お客さんが誰もいないから完全に貸し切り状態。ラッキー。ちなみに10分後には 2,3 組のお客さんが来てましたね。今回は生マグロ漬けサーモン丼を注文しました。このボリュームで驚愕の770円。それに110円の海鮮だしの効いた味噌汁も追加で注文。まずは味噌汁から。くー、寒い朝にしみるぜ。海鮮の味がしっかりしていて美味しい。じゃあ海鮮丼の方も食べましょうか。いただきます。うまい。しかもご飯に青のりがかかってて、お魚たちとの相性が抜群ですね。最高かよ。1000円以下の価格でこれだけの海鮮丼を食べることができて大満足でした。腹ごしらえも終わったことだし、次は下本町朝市通りを歩いてみましょうか。中本町朝市通りに比べると、普通の住宅街って感じですね。開催している時はたくさんの路上店で賑わってるのかな。てか路上駐車が多いな。これは田舎町あるあるなのかな。少し歩いてきたところに一応飲食店もありますね。これはやってるのかな。野田ちゃん。こっちは海鮮系の食堂ですね。そしてこっちは石井さん。石井さんは勝浦担々麺が有名なお店で、ネットではおすすめのお店の一つとして紹介されてましたね。さすがは人気店。有名人の写真がめちゃくちゃ多いな。テレビで何度も紹介されてるんでしょうね。石井さんの反対側には富崎神社があったので、中に入ってみましょうか。この富崎神社では毎年ひな祭りの時期になると勝浦ビッグひな祭りが開催されています。この階段がひな壇になってひな人形が飾られるそうなんですよ。実際にその光景を目の前にしたら絶対に感動しますよね。それに関連しているのか、絵馬に描かれている絵はお雛様でしたね。じゃあせっかくだしひな壇は見れなかったけど、
この房の石段に登ってみますか。やべえ、もう息が切れてきた。階段きついって。しかもまだ階段が続くっていうね。というわけでだいぶはしょったけど神社の境内に到着です。正直めちゃくちゃ疲れました。境内はまあ普通ですね。ご利益は主に縁結び、無病息災、小授かりらしいんですけど、参拝するときはそれなりに覚悟しておいた方がいいと思います。ただ神社からは勝浦市の街並みを一望することができるので気持ちよかったです。じゃあ再び朝市の方に戻っていきましょう。お客さんとお店の人との距離が近くていいですよね。これぞ昔ながらの商売って感じがします。で、今私が目指しているお店は勝浦朝市の中で最も人気があると言われているお店、南蛮屋さんです。南蛮屋さんのわらび餅は絶品らしいんですよね。私は甘いものが大好きなのでめちゃくちゃ楽しみです。早速注文するとその場でわらび餅をよそってくれました。店主さんはすごい気さくな方で、なんだか温かみを感じました。そして噂のわらび餅がこちら。これで1人前です。しかもお値段はたったの250円。朝市ならではですよね。それじゃあいただきます。めちゃくちゃうまい。マジでうまい。もちもちでツルツル。ごまときなこ味のわらび餅なんですけど、どっちも感動するくらい美味しいです。次に勝浦朝市に来た時も絶対に食べたいって思わせるほどのマジでおすすめしたいわらび餅でした。日本三大朝市っていう割には少し賑わいに欠けてたかなというふうには思うんだけど、10時とか11時ぐらいになったらもう少し賑わってくるんですかね。ただね、もう全体的に安い。もうとにかく売られてるものが安いですね。そして南蛮屋さんで食べたわらび餅、もうとにかくもう感動を覚えるぐらい美味しかったです。なのでもう勝浦に来た時は少し早起きをしてでも来る価値はあるというふうに思いますので、ぜひ足を運んでみてください。次にやってきた場所が八幡岬公園です。八幡岬公園はかつて勝浦城があった場所で、現在は公園となっています。いわゆる城址公園ってやつですね。公園の敷地の広さは約4700平方メートルもあるらしいんですよ。遊歩道もしっかり整備されてて歩きやすいですね。こりゃ朝のお散歩にぴったりな場所ですわ。しかも園内に入ると壮大な太平洋の風景を間近で見ることができちゃいます。いやー気持ちいい。最高かよ。寒くなければね。やっぱり海が近いと風が強くて冬はちと辛いかもです。お、早速勝浦城跡の記念碑が置いてありますね。この階段を登ると神社もあるっぽいのでちょっと行ってみましょうか。今にも野生の動物と遭遇しそうな怪しい感じがたまりませんな。記念碑から歩くこと3分、神社に到着です。なんですけど、本当にぽつりと社殿が置かれているだけなので、わざわざ来る必要はないですね。というわけでさっきの場所に引き返すとしますか。公園の広場は開放感があっていいですね。遊具も設置されてるし、しっかりとトイレもあるから、これなら安心して全力で遊ぶことができますね。昔はここで大道芸とかが行われていたのかな。広場から2、3分ほど歩くと岬の先端に到着です。こういう場所って意外と無法地帯になってたりするんですけど、ここはしっかりと整備されてて綺麗ですよね。そして左手には勝浦城主の娘であり、徳川家康の側室にもなったお万の像が設置されています。決して下ネタを言ってるわけではありませんからね。お万といえば炎上するお城を背に布を垂らして絶壁から海に逃れたという逸話が有名ですよね。そのことからお万の布さらしなんて言われてたりすると思うんですけど、その舞台がここってわけですよ。いや、実際にそれをやろうと思うとめちゃくちゃ怖いですよ。お万がどれだけ度胸があったのか、現地に来ると分かりますよね。しっかりとベンチも置いてあるので、太平洋の絶景と歴史を感じながらゆったり過ごすことができそうな場所です。岬というだけあって勝浦の先端にある場所なので、ダイナミックな太平洋の風景をたっぷり堪能できましたね。展望広場にはベンチもたくさん設置されていたので、壮大な海の景色をぼーっと見ながらリフレッシュするのにちょうどいい場所だなっていうふうに思いました。
次にやってきた場所は勝浦海中公園海中展望塔です。海中展望塔に入場するためには入場券を購入する必要があるので、早速買いに行きたいと思います。料金は大人980円と。あれ、後ろに見える海の上に浮いている建物、何だと思いますか？実は建物の中に入ることができるっていうわけですよ。もうロマンしかないですよね。とりあえず配管券はもう購入したので、早速建物の中に入っていきたいと思います。海中展望塔は1980年に完成した施設で、沖合から60メートルの位置にそびえ立っています。窓からは水深8メートルの景色を眺めることができ、海中の生き物たちの生態が観察することができます。90種類以上のお魚を見ることができるそうなので、ロマンが広がりますよね。トンネルを抜けると現れたのが魚のオブジェたち。魚の鱗の感じとか無駄に再現度が高いな。ここで記念撮影をすると記念に残っていいかもしれませんね。海中展望塔の方に向かっていこうと思うんですけど、海がマジで近い。自分が海の上を歩いている感じです。しかも太平洋の波は荒いことで有名なんですけど、本当に荒いですね。こりゃ落ちたら大変なことになりそうだ。今日は海の中は5メートル先の景色まで見ることができるそうですね。昨日は結構天気が荒れてたからな。穏やかな日はもっと先まで見えるんでしょうね。じゃあ階段を降りていきましょう。このダンジョンに潜っていく感じ、冒険感があってワクワクしますね。これより先が海中ってわけですか。なるほど。ついに海の中に突入です。おお、海が見えてきました。一面に水色に染まっている感じが美しい。まさにアクアリウム。今海の中にいるわけですからね。一周してみたんですけど、円周の距離で言うとだいたい30メートルぐらいですかね。ぶっちゃけあまり大きくはないですね。ただ窓からはしっかりと海の中の景色を堪能することができます。お魚がマジで泳いでるじゃん。しかも飼育されているお魚じゃなくて野生のお魚ですからね。お魚が波に揺られている感じもしっかりと観察することができます。自然の海の中ではお魚たちはこんな感じで生活してるんですね。このお魚は何をしてるんだろうって波に流されていっちゃったし、お魚が波に流されている中、この巻貝はしっかりと窓にへばりついてて可愛らしい。頑張れよ。窓がいくつも設置されているので、思わずそれぞれの窓を確認したくなりますよね。そしたら意外と結構時間が経過していました。実際どの窓から見ても景色はあんまり変わらないんですけどね。というわけで地上に戻ろうと思うんですけど、その途中にさかなクンのサインもありました。さすがはさかなクンです。おお、地上の日差しが眩しい。海の中も落ち着くけど、やっぱり地上の安心感に超えられるものはないですね。海中展望塔の近くには2022年夏にオープンした温泉とレストランの施設エデンもあります。テラス席からは壮大な太平洋の景色を堪能しながら食事をすることができるので、海中展望塔に行ったついでに寄ってみるのもありですね。980円の割にはボリュームが少し少なくてちょっと高えな。でも水族館ではなくて自然の魚が海の中を泳いでる姿を間近で見ることができたので、もう貴重な経験ができてプライスレスですね。自然の魚たちは海の中ではこんな動きをするんだって意外な一面とかを見れて、個人的には結構面白かったです。次にやってきた場所は鯛の浦遊覧船です。どうやらここでしか見ることのできない魚に遭遇することができるって噂があるんですよ。世界唯一ですからね。なのでこれから遊覧船に乗ってその真実を暴きに行きたいと思います。鯛の浦では鎌倉時代から続く伝承、日蓮上人の化身と言われている神秘の鯛を見ることができます。神秘の鯛を見るためには遊覧船に乗る必要があるので、まずはチケットを買いに行きましょう。どうやらあの船に乗って鯛を見に行くらしいですね。運航スケジュールは日によって変わるらしいんですけど、
この日は30分間隔で運航していました。じゃあ運航の時間になったので早速乗船しましょうか。船に乗ると旅行した気分を味わうことができるからいいですよね。唯一の不安は船酔いだけですね。昔から縦揺れには弱いからな。それじゃあ行ってきます。出港とともに演歌みたいな音楽が急に流れ出す船の中。周りを見渡すとみんな家族や恋人と来ている中、一人で乗船しているのは俺だけでしたね。悲しみ。しばらくして沖の方まで出てくると縦揺れが半端ない。波が強すぎて手すりか何かに捕まってないと立っていられない状態でした。それだけ波が強い中でしっかりと操縦してくれる船舶操縦士さん、かっこいいわ。頼りになりますよね。片や海に興味津々の独身男。ちなみに船の外で観覧するためにはライフジャケットを着る必要があるそうです。どうすか？似合ってますか？出港すること約10分。一つ目の見どころである大弁天と小弁天に到着です。島には鳥居が立ってるんですけど、この辺りでは名前の通り弁天様を祀ってるんだとか。毎回見るたびに思うんですけど、やっぱり海の中にそびえ立つ鳥居は映えるので美しいですよね。目の前に見えるものは昭和天皇が来られた時の記念碑らしいですね。そんな中、隣では釣りをする人たちの姿もありますね。いやいや、見ているだけで危なっかしいので、釣りをするときは本当に気をつけてください。ちなみに、あちら側の陸には歩いていくこともできるそうです。というわけで、お待たせしました。鯛の浦のメインディッシュ、神秘の鯛のお目見えです。うわ、めちゃくちゃでかい。少なくとも、エガちゃんが釣り上げたマグロよりは大きいですね。江頭さん、すいません。この神秘の鯛は特別天然記念物にも指定されていて、捕獲することは禁止されています。通常鯛は水深30メートル以上の場所を泳ぐ深海魚の部類なんですけど、なぜかここの鯛たちは水面を泳いでるんですよね。なぜ水面で泳いでるかについては未だに科学的に証明されていないとか、また日蓮聖人が誕生した時に鯛の群れが発生したという伝承があることから、日蓮聖人の化身、神秘の鯛と呼ばれているそうですね。というわけで約25分の船旅が終わって地上の方に戻っていきます。いやー、まさに神秘的で、これはいいものを見れました。というわけで噂の魚の正体は鯛でした。バレバレかもう近くで見るととにかく大きくてきらびやかで圧巻の光景でしたね。水面で泳ぐ鯛の姿はなかなか見ることができないと思うので、勝浦に来た時はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ついでに鯛の浦の目の前には先ほど説明した通り、日蓮聖人の誕生の地の記念として建立された誕生寺があるので行ってみましょう。日蓮聖人といえば全国各地にある日蓮宗を開いた偉人として有名ですからね。そんな日蓮聖人も生まれたのは漁師の子っていうんだから親しみが湧きますよね。日蓮聖人が生まれた時に3つの不思議な出来事が起こったそうで、その1つ目がこの誕生水です。急に泉が湧き出して日蓮聖人の産湯に浸かったそうですよ。現実主義者の俺にとっては信じられん。山門を少し歩いてくると仁王門があります。でけえ。でもそれ以上に竹の切り株が気になります。中身を覗いてみたらろうそくが入っていたので、夜に点灯されるんですかね。幻想的な雰囲気を味わうことができそうでいいですよね。仁王門の両脇には金剛力士像が安置されていたんですけど、柵が邪魔でうまく撮影できませんでした。すいません。境内に入ると右手には梵鐘が置かれてますね。さすがは日蓮聖人が誕生した場所。そして目の前には松の木が立ってるんですけど、でかすぎませんか？さすがは日蓮聖人が誕生した場所。左側には記念碑類がたくさん置かれていますね。さすがは日蓮聖人が誕生した場所。鯛塚ですか？包丁塚とかはよく聞くんですけど、鯛塚はあんまり聞いたことがないので行ってみたんですけど、包丁塚に形が似てますね。
タイが有名だから建てたってことなんですかね。その隣には日蓮聖人の像が置かれていました。こうやって見ると幼いというか可愛らしい顔をしてますね。この像は日蓮聖人が12歳の時のものだそうですね。日蓮聖人の像の隣には本堂がありますと思ったんですけど、後で調べてみたらこの建物は祖師堂だったそうです。本堂は完全に撮影し忘れました。すいません。気を取り直して祖師堂の方に行ってみましょうか。あなたは何々を信じますか？俺は自分のことは信じてますよ。女性のことは信じられないけどね。建物の中には至る所にタイの置物が置かれてますね。神秘のタイが日蓮聖人の化身って言われてるぐらいですからね。タイは縁起物だし、お賽銭箱の前に置かれているとご利益がありそうでいいですね。歴史をたどる上で楽しい場所だと思うので、ぜひタイの浦遊覧船とセットで巡ってみてください。次にやってきた場所は守谷海岸です。守谷海岸はタイの浦と勝浦駅のちょうど間くらいの場所に位置しています。サラサラの白い砂浜とコバルトブルーに輝く海の美しさから、日本の渚100選や日本の海水浴場88選に選ばれるほどで、関東の沖縄とも言われています。ちょっと天気が悪いので伝わりにくいかもしれないんですけど、実際に目の前にすると本当に綺麗ですよ。とりあえずビーチの砂浜チェック。若干砂鉄が混ざってるけど砂はサラサラですね。これなら安心して裸で砂浜を歩くことができますね。海の近くにも来てみたんですけど、海の水も透き通っててめちゃくちゃ綺麗ですね。仕方ない。最近沖縄に行ったばかりの俺が関東の沖縄と呼ばれていることを認めてあげましょう。しかも守谷海岸にも海の中に鳥居があるので、映える写真も撮ることができそうですよね。砂浜も大きいし、夏場は海水浴に来るパリピで賑わってる姿が簡単に想像できますよね。夏場じゃなくても景色はすごい綺麗なので来る価値はあると思います。ゆったりとくつろぐのに最高の場所ですね。今回最後にやってきた場所は鵜原理想郷です。入り口はこちらと書いてあったんですけど、早速怪しげなトンネルがありますね。はっきり言ってホラーですよ。というのも鵜原理想郷ってネットで検索すると心霊スポットが結果に表示されるんですよね。確かにこの雰囲気は心霊スポットだわ。でも安心してください。鵜原理想郷が心霊スポットと言われているのは、近くにあるお線転がしと呼ばれるスポットが原因です。鵜原理想郷自体は心霊スポットとは何にも関係ない場所だと思うので、安心して観光しましょう。しかしこの薄暗いトンネルは怖いな。正直誰もいない中一人で歩くの結構怖かったですよ。そしてこの劣化した木製の表札に加えて、理想郷の文字が霞んだ順路の看板。そりゃあみんなが面白がって心霊スポットに仕立て上げてしまう気持ちがわかりますよ。というわけでここからがハイキングコースなんですけど、スタート地点が薄暗いトンネルっていうね、怖いわ。ちなみにこのトンネルは手掘りのトンネルと呼ばれています。中に入ってみると表面がゴツゴツしていて、人の手で掘ったんだなっていうのが伝わってきますよね。街灯を設置してくれたのだけはナイスプレーで褒めてあげたい。じゃあここからはしばらく順路に沿って歩いていこうと思います。基本的には自然をそのまま生かした道になっているので、ハイキングコースにはちょうどいいかもです。しばらく歩くと鵜原理想郷の表札が見えてきたので、この先にあるタオヤメ平に行ってみましょうか。道は滑りやすそうなのでスニーカーで来ることをお勧めします。歩くこと5分、タオヤメ平に到着です。開放感があっていいですね。気持ちいい。ここからは岬ならではの絶景が見ることができるそうなので、早速見に行きましょう。この岩、横から見るとタイの顔に見えないですか？なんだろう。さっきタイをたくさん見てきた影響かな？まあいいか。とりあえずこの岩の上まで登りますか。お、タオヤメ平って書いてますね。
ここが一番上に位置する場所っぽいですね。おお、壮大な太平洋と浸食した縞模様の岩のコンビネーションの景色がなんとも絶景ですな。これは坂道を歩いてきた甲斐があります。ちなみに反対側には先ほど行った場所の海中展望塔が見えます。こうして遠目で見ても海に浮いているように見えるからすごいですよね。南房総勝浦鵜原理想郷というわけで、恋人の鐘があるんで、今日私も鳴らしておきたいと思います。あれ、幸せの鐘も鳴らしてミッションも達成したことだし、帰ろうかなと思ったんですけど、この先もあるらしいので、とりあえず行ってみました。鹿さんものんびり歩いてますね。え、鹿？まさかの野生の鹿に遭遇する独身男。可愛くて癒されるわ。後で調べてみたんですけど、鹿ではなくて鹿科のキョンという動物らしいです。今となっては廃墟化した滑川アイランドから逃げ出したキョンが繁殖して、この辺りでは7万頭以上の野生のキョンが生息しているらしいですね。野生の力恐るべし。キョンに遭遇するというありがたいハプニングはありながら、目的地である気戸岬に到着です。先ほどのタオヤメ平と似たような雰囲気はあるけど、果たしてどんな景色を見ることができるのでしょうか。さっきはあそこから景色を眺めてたってことですね。こちら側の岬も壮大な太平洋の景色が堪能できて気持ちいいですわ。鵜原理想郷もまたダイナミックな太平洋の風景をたっぷり堪能することができましたね。そして浸食された岩肌、野生の鹿など大自然の力をたっぷり味わうことができて癒される場所でしたね。勝浦といえば担々麺が有名なことはご存知でしょうか。私はあんまり辛いものが得意ではなかったので今まで食べたことがなかったんですけど、せっかくなのでこれを機に食べに行ってみたいと思います。今回お邪魔したお店はピカイチラーメンさん。実は勝浦担々麺発祥のお店江沢さんにも行ってみたんですけど、超行列だったので秒で引き返してきました。ピカイチさんでは自家製麺とお水にこだわった担々麺を提供してくれます。勝浦担々麺のパンフレットによると辛さレベルは真ん中くらいらしいんだけど、スープ赤くないですか？でもめっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。まずは準備運動がてらチャーシューから。うまい。次に麺とスープを食べてみたんですけど、この後に喉が辛さにビビって思わずむせてしまいます。汚いところをお見せして申し訳ないんですけど、お世辞抜きにマジでうまい。後味に残らない辛みで、辛いのが苦手な私でもスープを半分以上飲んでしまうくらいは美味しかったです。違うお店でも勝浦担々麺を食べてみたいと思うので、おすすめのお店があればぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。というわけで千葉県房総半島外房エリア勝浦市の観光スポット紹介は以上となります。今まで外房ってあんまり来たことなかったんですけど、やっぱり太平洋のもう壮大な景色がやばかったですね。それに海中公園とか、あとは鯛の浦とか海の自然の魅力をたっぷり味わうことができてめちゃくちゃ楽しかったです。夏になったら海水浴もできますし、あとはちょっと下の方に行ったら鴨川シーワールドとかもありますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。